こんにちは、Ruby Dog です。今回はタイトルの通り、リバーポッドを詳しく解説していきます。前置きは省略するので、リバーポッドという言葉自体を初めて聞いた方は、私のフラッター入門動画の第9回あたりをご覧になってからご覧ください。それでは本編をどうぞ。はじめに、このシリーズでは全部で4回に分けて解説していきます。順番に見ることをお勧めしますが、もう知ってるよという人は、どんどん飛ばしながら見ていってください。完成形のコードはいつでも説明欄から見ることができます。第1回の今回はパッケージの選び方をやっていきます。リバーポッドに関連するパッケージはたくさんあって、公式が出しているものだけでもこんなにあります。先に結論というか私のおすすめを話しておくと、リバーポッド以外のパッケージも含めて、このような組み合わせでパッケージを使うことをおすすめしています。もちろんこれが全員におすすめできる組み合わせというわけではないので、今から話していく説明を聞いた後で自分で改めて判断してください。また、リバーポッドはその前身となるプロバイダーというパッケージの時代も含めて、リバーポッド0系、1系、2系と大きな変化が何度かありました。その中には途中で名前が変わった部品とかコードの書き方がそれなりにあるんですけども、今現在の呼び方を基準にして紹介していこうと思うので、ちょっとだけ緩い説明だということに注意してください。さて、ではパッケージの選び方ですが、あなたが使いたいウィジェットは一体どれでしょうかというところから始まります。フラッターでは画面に表示させたいものはすべてウィジェットというものでできているというのはご存知かと思いますけども、ここにステート、日本語では状態と言いますけども、これを合わせて考えるとリバーポッドのことがよくわかってきます。ステートとはアプリの中で変化していくデータのことです。これがよくわからなくても、この動画では問題ないんですけども、詳しく知りたい方は私の別の動画もあるのでそちらをご覧ください。とりあえず何か大事なデータのことだと思ってもらえば大丈夫です。まずそもそも事の始まりはですね、フラッター公式から2種類のウィジェットが発表されたというところから始まります。一つは何も状態を持たない、いわゆる普通のウィジェット、ステートレスウィジェットと、もう一つはウィジェットの中にステートを入れ込んだステートフルウィジェットです。今でもフラッターの土台としてこの2つ動いているんですけども、このうちステートフルウィジェットの方は、そのまま使うにはちょっとだけ不便なことがあったんですね。それは他のウィジェットとステートを共有しにくいことです。ステートフルウィジェットはその中にステートが入ってしまっているので、これを別のウィジェットと一緒に分け合いながら使うっていうのが難しくて、特に別々の画面で同じデータを表示したいという時なんかには、なかなかシンプルなコードで書くことは難しかったですね。そこで登場したヒーローがリバーポッドです。リバーポッドはですね、コンシューマーウィジェットという新しいウィジェットを使って、それとは別のところに置いてあるステートを外から読み取って使うことができる優れものです。ステートがウィジェットの外にあるということは、別のウィジェットと一緒に使いたい時でもそのまま同じように使うことができます。これならウィジェットがいくつに増えていってもステートがバラバラになってしまう心配はありませんね。このことはフラッターの公式にも認められていて、リバーポッドはいろんな人たちにそれいいねと褒められています。今ではもうコンシューマーウィジェットがフラッターの公式ウィジェットのような人気具合で仲間入りしています。ここでリバーポッドを開発したレミという天才プログラマーさんいるんですけども、その人はこう思いました。もっともっと便利にしたい。というのも、なんやかんやでウィジェットの中にステートを入れておきたいこともよくあったので、まだまだよく使われていたステートフルウィジェットなんですけども、これのコードが長いこと。これ書いたことある人はそのめんどくささわかると思うんですけども、そこでリバーポッドの作者さんは、ステートフルウィジェットの代わりになるウィジェットをまた発明しました。フックウィジェットというものです。これはフラッターフックスというパッケージで、その名前の通り、状態を軽く引っ掛けておくようなイメージで、とても短いコードで気軽に使うことができます。というわけで、中にステートを持っていたいときは、フックウィジェット、外にステートを置いておきたいときは、コンシューマーウィジェットという風に完璧な組み合わせが出来上がった、かのように思われました。ところが、今回はフラッター公式の反応があんまり良くなくてですね、それは別にいらんと言われました。フラッターにはフラッターの考え方がちゃんとあって、ステートフルウィジェットを用意しているんだから、わざわざそれの代わりになるようなウィジェットは求めていないということですね。ここから激しい議論が始まりました。もともとフックスというのは、フラッターの先輩にあたるリアクトで人気があったものを、そのままフラッターでも使えるようにしたものです。フックを使いたい側の意見としては、リアクトでもう十分活躍しているんだから、使った方がいいに決まってるだろうということでしたけども、フラッター公式としては、リアクトでフックスが人気になってしまったせいで、良くないコードがたくさん生まれてしまったということもまた事実だろうということで、未だにこの議論に結論は出ていません。
要するに、公式がフックスを認めなかったということです。使うの禁止とかではないので、そこだけ注意ね。で、普通は公式が認めなかったという時点で、パッケージ側が使われなくなっていくものなんですけども、このフックスは特別で、あまりにも使いやすいので、多くの開発者たちが未だにこのフックスの味方をしています。というわけで、ここまで紹介していたように、現在のフラッターの世界では、まず何もない普通のステートレスウィジェット。で、ウィジェットの中にステートを埋め込んだステートフルウィジェット。それのライバルとして人気が高まったフックウィジェット。で、ウィジェットの外にステートを置いておける圧倒的人気なコンシューマーウィジェット。この4つの基本的なウィジェットがあります。特に真ん中の2つは、開発者であるあなた自身がどう使い分けていくのかを判断しなければいけません。以上4つのウィジェットのうち、最初の2つはフラッターに最初から入っているので、特に追加のパッケージはなく使うことができます。フックウィジェットを使いたい人は、フラッターフックスというパッケージが別で必要です。コンシューマーウィジェットを使いたいときは、フラッターリバーポッドというパッケージが必要です。必要なパッケージは pubspec.yaml に書いておきましょう。リバーポッドが公式で出しているパッケージは青色にしておきますね。さらにこの4つに加えて、コンシューマーとステートフルを合体させたコンシューマーステートフルウィジェットというものや、フックとコンシューマーを合体させたフックコンシューマーウィジェットというものや、極めつけはステートフルとフックとコンシューマーを全部合体させたステートフルフックコンシューマーウィジェットというものまで存在します。もうなんかね、ここまで来ると中学生が考えた最強のウィジェットみたいになってきたけど、いろんな機能がひとまとめになっていて、便利っちゃ便利なので、合体シリーズを使いたい人はですね、コンシューマーステートフルを使いたい人は、フラッターリバーポッド、フックコンシューマー、もしくはステートフルフックコンシューマーを使いたい方は、フックスリバーポッドとフラッターフックスという両方のパッケージがないと使えないので注意してください。はい、これで合体シリーズも合わせると、全部で7つのウィジェットが出揃ったわけなんですけども、ここからはどういう風に使えばいいのか、その組み合わせのパターンを決めていかなくちゃいけません。ありえそうな組み合わせをいくつか私の方で考えてみたので、それを紹介していきます。まず一つ目のパターンは、自分で新しいパッケージを作って世の中に公開するときのようなパターンです。こういう時は、できるだけ他のパッケージは使わない方がいいので、フラッターに最初から入っている2つのウィジェットを組み合わせて、昔ながらの方法でコードを書いていくことになると思います。次に、フラッターの公式の意見に合わせて、フックは使わずに、コンシューマーウィジェットだけ採用してコードを書いていくパターンです。もしあなたがステートフルウィジェットのコードを書くことが苦痛でなければ、この組み合わせが一番良い組み合わせかもしれません。次に、コードのシンプルさを一番優先してウィジェットを選んでいく方法です。先ほどの説明を聞いた上で、別に全然気にしないよという人は、フックを使うこの組み合わせがいいと思います。次に、いっそのこと全部一つに統一してしまおうというパターンです。他の合体シリーズのウィジェットでも別に良かったんですけども、そもそもそういう考えの人は、コードのシンプルさも優先したいはずなので、今回はフックコンシューマーを選んでみました。なぜかフラッターではこの考え方あんまり見かけないんですけども、別のフレームワークとかだと、わざわざウィジェットをいくつかの種類に分けて使っているなんてことはあんまりしないので、一つの考え方としては全然ありだと思っています。最後に5番目のパターンはちょっと特殊なんですけども、今もうあるフラッターのアプリを新しいコードに直していく人向けのパターンです。今までリバーポッドを使ってなかったアプリとかだと、いきなり全部を変えるのは難しいので、移行の途中段階として、先ほど紹介した最強のウィジェットなんかを一時的に使うっていうのはありだと思っています。フラッターもそろそろ歴史が長くなってきたので、だんだんこういう仕事も増えてくるんじゃないかな。というわけでですね、私個人的なおすすめは3番目のシンプルなコードのパターンです。フックスが公式に認められてないとは言いつつもですね、何か大きなデメリットがあるわけでもないですし、シンプルなコードを難しく変えていくことは簡単だとしても、一度書いた難しいコードを逆にシンプルに変えていくのは大変なので、まずはこれぐらいで作っておくといいのかなと思っています。この私の意見に賛成な方はですね、フラッターとフラッターフックスとフラッターリバーポッド、この3つのパッケージを揃えておいてください。で、動画の本題として、この中でリバーポッドが関係しているのは、フラッターリバーポッドのパッケージだけですね。ついでに、この後の動画で紹介していくつもりなんですけども、リバーポッドのうち、ステートを準備するときに書くコードっていうのはかなり難しいです。なので、今回いきなりいっぱい登場させると混乱させてしまうかもしれませんが、
リバーポッドアノテーション、ビルドランナー、リバーポッドジェネレーター。よくわかんないかもしれないですけども、とりあえずこの3つのパッケージも追加で入れておくと、後で難しいコードを自動で生成してくれるので、今とりあえず入れておいてください。ここまでをまとめると、最初の結論に戻るわけですね。この6個のパッケージがおすすめなので、ぜひこれを準備してから次の動画へお進みください。pubspec.yaml のファイルにこういう風に書いておけば大丈夫です。dependencies と devdependencies に分けて書くところが注意点ですね。フラッターとかはね、あんまりパッケージとしては扱わないと思うんですけども、今回はパッケージの一つとしてここに書いておきました。他のパッケージもそうなんですけども、元からもし書いてあったものは新しく書き足さなくて大丈夫ですからね。ちなみにパッケージの右側にバージョンを書くことができるんですけども、特に理由がなければ、ここは何も書かなくても大丈夫です。そうすれば、常に最新のパッケージを使うことができます。特に今回紹介するリバーポッドのパッケージたちはですね、最新にしておかないと動画で説明する内容とちょっとずれてしまうかもしれないので注意してください。しかもですね、右側の数字を消しただけだと、まだパソコンの中に古いパッケージが残っていることがあるので、念のため、フラッタークリーンのコマンドで一度きれいに掃除してから、フラッターパブゲットでパッケージを揃え直しておくことをお勧めします。それでは最後に次回の動画の準備として練習用のアプリを作っておしまいにしましょう。まずは今言っていたパッケージたちを早速揃えてですね、新しいファイルを作ります。適当に mywidget.dart とかにしておいてください。中身は STLess でステートレスウィジェットを作った後、早速リバーポッドのコンシューマーウィジェットに変更していきます。この時、ビルド関数のところに、widgetRef と書き足すことを忘れないでください。この ref というものが後から重要になってきます。中身は今は適当にテキストウィジェットなんかを使って、ここにデータが表示されますと。こんなもんでいいでしょう。コードに必要なインポート文なんかについては、あまり細かくは説明していかないので、もしあなたの書いたコードでエラーが出ているところなんかがあれば、自動で追加してくれる機能なんかを使って、それぞれインポート文を追加しながら作業をしていってください。メイン関数の中はこんな感じですね。何の変哲もない普通のフラッターのコードなので、概要欄からコピーでもしてください。で、一つだけ大事なことがありますね。リバーポッドを使うときは、アプリ全体をプロバイダースコープというもので囲む必要があります。なので、このコードが絶対に必要になってきます。ここだけ忘れないようにしてください。はい、画面の真ん中に別のファイルで作った mywidget を表示するようにしておけば、はい、アプリを動かした真ん中に、ここにデータが表示されますと出ていますね。これで今回の作業はおしまいです。今回はここまでです。続きを見たい方はこのまま次の動画へお進みください。それではご視聴ありがとうございました。